中華そば麺壁9年、石岡文人です。ここの地元がやっぱり荻窪が近かったりで、中華そばのすごい有名な町でもあって、昔からこう中華そばを父親と食べに行ってたのもあり、ラーメン美味しいな美味しいなと思って、今度は食べる方から作ってみたい、美味しいものを提供してみたい。オーダーまずいただいたら丼を温めます。で次にトッピングの準備ですね。豚バラなんで香ばしさを出すため提供直前にいつも炙ってます。中華そばといりこそばの方トッピングは変えてるのも、見た目で楽しんでもらうっていうのもありますし、トッピングに使ってる内容もワンタンではなく豚バラに変えたりと、ちょっとその辺でも楽しんでいただけるように変えてます。丼にタレ入れていきます。麺を茹でます。スープ入れます。いりこメインはアジの煮干しを当店は使用してます。であともいろいろ全国各地の煮干しを混ぜながら7種類ですね、今使ってます。これがアジですね。産地もこだわって指定して、島根県産のアジを取り寄せてもらってます。こちらが当店のいりこそばのメインで使ってる煮干しになります。大きいのとかもいろいろあったんですけど、やっぱりちょっとこのぐらいの10センチぐらいのサイズが一番上質な味が出ると僕は食べて思ったので、これを今使ってますね。これがイカ煮干しになります。当店のいりこそばの、隠し味として、入れております。結構いい出汁が出るんで、これは、欠かせないアイテムとなってます。これを含めて今、煮干しを6種類ですね、アジとイカを含めて他も入れて作ってます。この西武新宿線の、井荻駅、僕が生まれた杉並区下井草井荻が通ってた中学校でもあり、地元なので、お店を出す時には必ずここだっていうのをもともと決めてて、ずっと探していて、ようやく去年ですね物件を見つけることができました。やっぱりこの地域から住んでる方が多い町なんで、お年寄りから若い方から毎日食べていただいても飽きないラーメン作りを、目指して作ってます。お待たせしました。いりこそばの特製になりますね。で右側から国産の、豚バラの炙りチャーシューになります。提供直前に炙ってるんで、かなり香ばしく、美味しく召し上がっていただける形になってます。こちらの味玉の方も黄身が濃く、見た目でも楽しめる味玉になっております。手前のメンマは今回穂先メンマではなくて、短冊の太メンマになります。こちら、味付けの方も変えてまして、魚介ベースの、和だしをベースに味付けの方もしております。で玉ねぎの方はですね、煮干しそばに、よく合いますんで、食感も楽しんでいただける、食材を選んでおります。一番お客様が目の前でこう対面で美味しかったよ、ありがとうって言っていただけるのが一番やっぱり明日も頑張ろうと、思える一言です。